航行しているようだが、海ではない。海よりもっと港や人々から離れた場所。乗り物はとりあえず船と呼んでおこう。この船は果てしない闇に包まれている。操縦室と思われる部屋も明るくはない。私は中央の操縦席に座っている。どうやら船長の立場にあるらしい。と言っても乗組員は他に一人しかいない。この船とセットで購入した操縦説明者。操縦方法がわからない時に説明してくれる。なかなか端正な容姿の若い女性である。なぜか抱く気になれない奇妙な存在だ。ところで緊急事態が発生したらしい。操作パネルの機能がどうもおかしい。いくら指示を入力しても反応がないのだ。あちこちで非常警報が鳴り出した。操縦説明者に助けてもらうべきだろう。それなのに操縦席に彼女の姿はない。今さら彼女の名を知らないことに気づく。だが知らない理由を考えている余裕はない。ともかく操作パネルを素手で叩いてみる。簡単に操作パネルが割れてしまった。ブロック状の部品が床に転がり落ちる。どのように見ても精密部品とは思えない。いろいろな形の積み木にしか見えない。頭を抱えていると操縦説明者の声。おしまいや、おしまいや、おしまいだ、船長さん。彼女は踊りながら操縦室に入ってきた。明らかに操縦説明機能が壊れていた。折れた首から火花と金属棒が見える。つまり彼女は人間ではなかったのだ。擬人化された精密機械だったのだ。道理で抱く気になれなかったわけだ。しかしそれならそれで抱いてみたい気もする。だがそれどころではなかった。知らないうちに装置が埋め込まれていたのか、私の頭の中でけたたましく非常警報が鳴り出した。